5年前が60万、で去年が20万ですね。ボーイズ&グリーズ TV、 今日も素敵な車とオーナーさんに来ていただきました。お名前は？東郷です。東郷さん、はい、年齢は29歳です。29歳、はい、どちらからいらっしゃいますでしょうか？浜松市です。そして、お仕事は？カーデザイナーです。カーデザイナー、はい、ということで面白そうなお仕事をされてますが、こちら車なんでしょうか？これはフォードのカーですね。フォードか、懐かしい、はい、久しぶりに見ましたけど実物を結構ちっちゃいなと思って、はい、何年式？2000年式です。2000年式、はい、今日は東郷さんとフォードカーレペゼン浜松でお届けします。愛車遍歴を教えてください。はい、一番最初に買った車が、GC8 型の初期型のインプレッサーで、次にNA ロードスター丸めパカッと開く、はい、で次に昔の90年代に出てた丸めのスズキのアルトワークスに乗ってて、で次これって感じですね。はい。じゃあ4代目。まあそうですね。で今こちら1台。実はこれ以外に車3台持ってて。これプラス3台？そうですね。他の車はまあ最初に買ったそのインプレッサーはもうそうですね10年乗ってて、でそれ以外にはあとは TVR のタスカンっていうイギリス車のと、あとはオペルのスピードスターっていうロータスエリーゼベースのデザインがオペルの車ですね。これなんで足車なんですけど。これが足車。はい、そうです。これは足車です。インプレッサーじゃなくてこちらが足車。そうです。はい。あとの3台もねいつか取材させていただきたいですけど、ぜひお願いします。なんでこの車にしたんでしょうか？この車はですね、車を作ってる身としてすごいいろんなことがされたりとか、例えばですけどこのフロントのバンパー、これって樹脂バンパーなんですけど塗装されてなくて、普通の車で未塗装にするとすごい変なカットラインで黒くなっちゃうんですけど、この車はもう最初から未塗装にすることを見越して丸く切ってたりとかしてコストダウンをおしゃれに見せてたりとか、考え方がすごい好きで。なるほど。っていうのと、幼稚園の頃に昔食玩、今もありますけどスーパーで売ってる食玩のマジョレットっていうミニカーがあって、それでカーがあったんですよ。子供の頃に覚えた形ですごい好きな形だったんで欲しかったっていうのはあります。まあ形としてもね丸いし可愛いし愛らしいし、お尻なんかも可愛いですよね。そうですね。お尻がすごい丸くて、そこも好きですね。なるほど。じゃあその見た目はもちろん、そのコストカットだったり、車作りの思想なんかもやっぱデザイナーさんとして面白いなと、興味深いなと、2つの方向から好きと。好きです。そして足車。いつどこで買ったんですか？去年の7月に買ったんですけど、ずっと探してて中古車サイトにずっと出てて、で5年前ぐらいからってこの個体があって5年間ずっと出てた？ずっと出てました。どんどん値段が下がってきて、ちょっといい値段だったんで。ちなみに5年前はいくらだったんですか？60万だったかな、確か。5年前が60万、で去年が20万ですね。5年間でそこまで下がった。そうですね。しかも売れ残って。売れ残り、市場にある最後の1台。なかなかなかったんじゃないですか？そうですね。そもそも個体数が少ないんで。ですよね。もうないですね。これは正規輸入車？そうですね。はい。日本に正規輸入された個体。そうなんですね。いや当時されてたのはなんとなく覚えてますけど、結構短命だったんでしたっけ？そうですね。日本では多分1年間しか販売されてなかったらしくて、それは残ってないですよね。そしてそんなに販売台数もあったわけじゃないから。そうですね。マニュアルしかなくてこの車オートマがなかったんで、当時の日本のそのニーズに合わなくて、多分売れなくて全然答えが出なかったです。こんな可愛い車でオートマだったらもうちょっと売れてたかもしれないですね。そうですね。東郷さん、フォードカー特徴を教えてください。まずは形とかなんですけど、そうですね。内装も結構変な形してて、インパネとか助手席側にあるんですけど、こう1回転してくるって反転する変な形の機構のインパネがついてたりとか。なるほど。やっぱデザイン哲学的にも相当面白いです。そうですね。だいぶ面白い車です。そうですよね。外装だけじゃなくて内装もかなり面白いんじゃないかなと思います。ここがちょっとのところとかあります？一つあって、ワイパーなんですけど、速度がめちゃくちゃ遅いかめっちゃ速いしかないんですよ。中間のその一番惜しいところはない。そうですね。なんでいつも雨降ってくると一番遅くすると1回動いてから多分約10秒後ぐらいに1回もう1回動くぐらいの速さと、
次の段階にするともうこんな早く動く大雨用のやつ、そうですね、大雨用のやつになっちゃって、どうするんですか？普段はもう自分でマニュアルワイパーみたいにちょんってやって自分の速度で動かして持ってます。1回上げて1回動く。そうです。それを自分でやってる。そうです。それも可愛いところ。そうですね。いいですね。という個性あふれるカーに早速乗ってみましょう。史上初フォードカーに乗り込ませていただきました。なんか気持ちがいいですね。乗っててまずね、やっぱりさっきもおっしゃってたんですけど、デザインが内装も素晴らしいし、時計も可愛いし、ハンドルめっちゃ可愛いですね。いいですね。日本スポークで。そうですね。メーターもよく見えて、すごいいいデザインだなと。初めて乗った時のこと覚えてます？覚えてます。どうでした？もうびっくりするほど軽快で、ハンドリングも良くて、で小回りも効くし、でエアコンも効くし、なんかもう全てがいい車だなって。一番驚いたのは、サスペンションで、ボディがこれ1000キロ以上あるんですよ。意外と重いんですよ。なのに足回りがすっごい柔らかくて、なんか猫足みたいな感じになってて、フランシアみたいな味付けで、結構どっしりした車体でこう足回りを押さえつけて走る感じなんで、なんですかね、走りがいいというか。ボール感というよりは結構ペタッとくっつく。そうですね、そういう感じを感じましたね。コーナーする時の車の動きだったりとかはもうかなりいいですね。これなんですかね、4つ角にこうタイヤがついてるのとかは結構関係してるんですか？それはありますね。デザインで車体の外側にできるだけタイヤがついてるようになってるんで、多分それでクイックに動くような動きになってるとか。なるほど、それが効いてると思います。何馬力ぐらいなんですか？これは60馬力しかないです。60馬力なのに楽しい。不思議なんですよ。これ見てらっしゃる方も、カーって大体こんな車だよなと思って見てらっしゃると思うんですけど、今回結構舐めるように僕ら撮影させてもらったんで、ディティール、意外とこんな感じだったんだっていうところまで見えて面白いんじゃないかなと思ってます。これ乗る頻度ってどれぐらいなんですか？通勤車なんでほぼ毎日乗ってて。すごくないですか？乗ってますね。なんか今日車調子悪いっていう風なおっしゃって。そうなんですよ。昨日まで調子良かったんですけど、ちょっと今日朝起きてエンジンかけたら調子悪くて、聞いたところによると本当に毎日快調で、バキバキでバリバリだったって話聞いたんで、今日に限ってちょっとエンジンの調子が悪くてたまに起きるんですけど、なんか明日にはケロッと治ってて、そこも含めて愛らしい。そうです。生きてるみたいでいいですね。そういうことに関してはじゃあ修理代とかも結構かかるんですか？維持費関係は。それが重大な修理とかまだなくて、ガタガタとかはなるんですけど、全然壊れなくて、結局治るみたいな。結局治るっていうのはそうですね。なんで維持費はほぼかかってないです。その膨大な車は。こんなレアな個体でさえ全然お金かからない。かからないですね。素晴らしいです。カー買ってなんか面白いエピソードありますか？この間、SNS 上でつながった方、カーのオーナーの方とカーミーティングをしようってなって。カーのオーナーとカーミーティング、いいですね。集まった台数が4台。4台？4台カー集まったらすごいじゃないですか。そうですね。この車今パワーステがなくて、ないというかフルードが抜けちゃってないんですよ。そしたらカーミーティングで集まったカーの4台中3台が同じ状況で、パーツがなくて誰も直せないし、同じところが壊れてるっていう。趣味ありますか？ドライブって言っちゃうとちょっと違ってくるんで、僕いつも言うのは、車の期間維持。期間維持というのは？これは1ヶ月放置しても別に問題なかったんですけど、この車が乗らないとエンジンがどんどんダメになっちゃって、週に3回か2回は最低乗らないといけないので、車で楽しくドライブに行こうっていう感覚で乗るんじゃなくて、大型犬を飼ってるみたいな、散歩に連れていかなきゃいけない。散歩って呼んでるんですけどね。4台持つってね、会社員の青年じゃないですか。どんな感じで維持してるんですか？お金はもう結構僕が切り詰めてて、服とかも、この今着てる白 T、これ9枚とパンツ10枚とズボン2着、それをずっと1週間ローテーションしてるだけなんで、車以外のことにお金をかけないっていう。他の方がやれ洋服だの、やれ外食だの、やれ旅行だの、わかんない、他にもいろいろあると思うんですけど、そういうことにお金を一切使わずに車だけに全てをかけてます。寝ても覚めても車じゃないですか。寝ても覚めても車ですよ。もう仕事も車でしょ？夢にも自分の愛車が出てます。もう子供の頃から車好きですか？もうそうですね。
ちの親にはミニカー握って生まれてきたって言われるぐらいそのぐらい、もう車しか好きなものなかったんですね。で、お好きな車は結構スポーティーな車だったり、そういう変わった車じゃないですか。そういう車デザインされてるんですか？そういう車が実は自分の仕事には持ってきたくなくて、普通のスポーツカーとかかっこいい車って絶対買ってくれる人がいるじゃないですか。僕はやっぱり本当に必要としてる人が買ってくれる形が好きで、なるほど。かっこいい形じゃなくてどうやったら人が使いやすい形になるかなとか、そういうのを突き詰めていくのが僕は好きです。なるほど。なんかさっき見せていただきましたけど、カーに関するパンフレットとか紙物だったりなんかもろもろすごいですよね。どうしたんですか？あれはフリーマーケットのサイトで片っ端からフォードカーって検索して全部買いました。カタログもいっぱいあって、日本仕様のカタログだったりイギリス仕様のカタログだったりフランス仕様のカタログだったりとか、いろんなカタログがあるんですよ。それを全部集めたくて集めたりとか、当時オプションで出てたピンバッジとか TBCM のメイキングのビデオだったりとか、そういうのをカーが大好きなんで、カーのグッズをとにかくいっぱい集めてます。なるほど。カーマニアですね。カーマニアですね。今ちなみに雨が降っておりまして、さっきお話になったワイパーですよね。マニュアルワイパーを今指導してやってます。やってらっしゃる。マニュアルワイパーです。はい。東郷さん、ただものじゃございません。いや本当にね、思ったよりも軽快で面白い車ですね。はい、そうですね。これはね、ハマるのはよくわかります。はい。でも買えない個体がそうですね、なかなか出てこない。すごい希少車、そして壊れないって本当素晴らしいなと思いました。ということでこちら100点満点中何点でしょう？100点で。100点、そしてズバリこの車乗り続けますか？はい、長くは乗り続けたいと思ってます。そうですね、乗っていただきたいと思います。今日は東郷さんとフォードカーでした。バイバイ。めっちゃいい車ですよ。